今回の動画ではなぜレベル250を降りて CBR650 に乗り換えたのかについてお話ししていきたいと思います。あれだけ好きだったレベルを一番の理由はデイトナ675を降りたのが理由です。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますけど、半年前までトライアンフのデイトナ675に乗ってました。 675cc の SS バイクです。デイトナ675を降りた理由は1、車検を迎えた。2、走行距離が5万キロに達し故障が増えそうだった。3、後輪タイヤがパンクした。4、故障が発生した。ちょうどお金がかかるトラブルが重なり20万ぐらいかかりそうと思い、バイク王に買取査定に出したらそれなりの査定が出たので売ってしまいました。この時はヤフオクは考えていなかった。デイトナ675は熱に弱くコイル焼けが頻繁に起きます。これが 2,3 万ぐらいで直せれば良いのですが、8から9万ぐらいかかります。私が所有していたデイトナは2回エンジンがかからなくなり修理に出したことがあります。エンジンがかからないのでレッカー手配です。その他にも配線が焼けて運転中に煙が出たりとか、あの時は焦った。個体差があるらしいのですが、私のはセンターアップマフラーの中でも後期型の2012年モデルと一番新しいモデルでしたが、それなりに故障がありました。でも好きだから乗ってましたが、5万キロも行くと他の箇所も故障していく時期でもあり、不安を抱えながら乗ってましたが、この先余計にお金がかかる前にってことで、その時はレベルもあったのでデイトナを売ってしまっても1台に残り問題ないだろうってことで売りました。デイトナ675がまだいる時は刺激があり交互に乗って良かったのですが、いなくなるとやはりバイクの走りに対する刺激がなくなり、何か心にポカンと穴が開いた状態でレベルだけだと物足りなさを感じるようになり、乗り換えを決意。もともとバイクは SS が好きで、一番最初に買ったバイクが CBR250R です。免許を取りに行った後に忍者250が気になり、八王子のレンタルショップでレンタルしました。その時にちょうどデイトナ675が店頭にあり一目惚れ。確かトライアンフ八王子店だったと思います。でも大型免許を持っていなかったので忍者250を買おうと思ったんですけど、当時は人気があって中古でも45万ぐらいしてました。他に CBR250 があり、 CBR250 の方が相場が安く29万で買いました。それから1年半ぐらい乗ってました。そこから大型免許を取りデイトナ675を買いました。とことん好きでしたね。所有感があり乗ると楽しい、乗ってて楽しいバイクが一番だと思います。なので走行距離も5万キロ走れたのだと思います。関東ほぼ全域のツーリングスポットは行き尽くしました。和歌山や鳥取砂丘、大阪、能登半島も行ったりしました。東北は相変わらず福島止まり。なぜか東北って行く意欲が湧かないんですよね。ハスラーで1回温泉巡り車中泊ツアーで5日間ぐらい東北全域、青森の大間まで行ったことはあります。話がそれましたが、そこまで思い入れがあったバイクを手放すとやはり心に穴が開きます。売って後悔はありましたが、あのまま所有していても春秋だけしか限定で乗れなく、故障させたくないと思ってあまり乗らなかったと思うと手放してよかったのかと思います。私の場合ですけど、バイクに何を求めているのかというと、マシンに乗ってる感があるバイクを求めているのかと思います。ある程度刺激があるバイク。レベルは見た目と実用性は完璧ですが、マシンとしての刺激がちょっと物足りない感じです。排気量は250ってのもあるのかもしれないです。CBR650 を増車する手もありますが、子供が生まれたので金銭的に厳しいのと、2台を所有するとどうしても片方があまり乗らなくなります。1台で旅もできて刺激があるバイクとなった時に何を選ぶのかで悩んで、排気量はデイトナ675に乗っていたせいもあり、ミドルぐらいが良いかと考えてました。そして SS っぽいのが好きなので、ネイキッドやデュアルパーパスやクルーザーはボツ。買うのは中古ではなく新車で価格を120万までに抑えたかったので、リッターバイクはボツ。ミドル SS も予算的に無理なのでボツ。
そうなると川崎の忍者650か、また新しく出たヤマハの R7 が候補に上がりましたが、どちらも2気筒。2気筒が嫌なわけではないんですけど、2気筒のバイクは結構多く、この先いくらでも乗れると思うと4気筒が良いのではないかという考えになり、そして色が忍者650は緑と白、 R7 は青と白で SS っぽいのに乗るなら真っ赤なバイクが欲しかったので、必然的に残るは4気筒の CBR650R の赤になり選びました。あと他にもこだわりがあり、マフラーの形状が基本は右から出すタイプが多いんですけど、最近では国産でも ZX25R みたいな形状で右側に出すんですけど、途中でカットされてるようなタイプ、あれ結構私好きなんですよね。外車に多くかっこいいと思ってしまいます。 CBR650 も通常とはちょっと違う形状で途中でカットされてるマフラーの形状なので選んだ理由でもあります。あとはクラッチが特に柔らかかったのも選んだ理由です。硬いと長距離走る際に300から500キロぐらい、1日か2日ぐらいで走る分なら全然問題ないんですけど、5日間連続で旅っていう感じで走るとなると左手が悲鳴を上げて休ませることができないです。本当はデイトナと同じ3気筒が欲しかったんですけど、3気筒となるとアグスタの F3 の675がありますけど、価格が180万と予算が大きくオーバーしたのでボツ。赤いバイクに乗るこだわりっていうのはデイトナ675でもそうでしたが、スポーツカーは赤色が似合うのと同じで SS も赤色が似合うという個人的な意見なだけです。最近では真っ赤なバイクは少なくなったような気がしますが、今新車で買うとしたらホンダかドカティぐらいしかないような気がします。いろいろとこだわり抜いた結果の CBR650R って感じです。レベルの次に CBR を選んだってことはホンダが好きなのかと思われがちですが、たまたまホンダから出ていただけです。レベルもそうでした。あまりメーカーにこだわりはないです。CBR650R がもしトライアンフから出ていたら買っていたと思います。トライアンフには似てる排気量のトライデントがありますが、 CB650 とほぼ同じ形でネイキッドになります。これで CBR650R と同じようなカウルがついていたなら、マフラーの形状も好きなタイプですし、3気筒持ってこい。金額も100万ぐらいですし、私の条件にぴったりです。トライアンフさんぜひお願いします。